と2人が距離をこう取るための出来事にするのか、はい、2人が近づくために何を選択していったらいいでしょうね。はい、ようこそみなとロミのビジビジョン心理学サロンへ。みなです。ロミです。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、私が聞いてきたお話を一つ、皆さんと吟味をしようかなと思ってまして、いいですね。はい、お話ししたいと思います。ある方がね、こんなお話をしてくださったんですよ。その方、男性の方なんですけれども、お洗濯物を干してるのを見たら、ご自分のズボンが足の片方だけ表で、もうあと片方が裏側になって洗濯物が干されていたんですって。でそうすると、カンカン照りの日はいいですけれども、時折やっぱり乾ききらないなということもありますよね。でじめっとしたらなんか匂いがついたりとかもしてちょっと気持ち悪いこともあるじゃないですか。なのでどうしてこんな風に干したんだって言ってつい怒ってしまわれたそうなんですよ。でそしたらね、奥様がだって濡れたズボンに手を突っ込むの嫌だったからっておっしゃられたんですって。濡れたズボンに手を突っ込みたくなかった。そしたらですね、その方はね、僕は雑に扱われたってとっても悲しい気持ちになってすごく怒ってしまわれたんですって。ハートブレイクしちゃったんですね。なんかね、この話を聞いてて奥様の方はね、だったらね、あなたがちゃんと脱げばいいでしょ、脱いだ時にすぐ表側なり裏側なりちゃんと直してから洗濯物を出せばいいじゃないのって、奥様的には正当な解決策、脱ぎ方問題ね。ある。そしたらご主人様の方はね、そんなこと言うんだったらいい、僕が洗濯するって自立しちゃって。そうなんです。ビジョン心理学的に言うとね、これが自立の人の典型的な反応の仕方っていうか、もうそういうふうにやってくれないんだったらいいよ、自分でやるからみたいになられちゃったそうなんですよ。で、私たちこういうやり方の戦いっていうのをたくさんしますよね。ありますね。旦那さんだけじゃなくてね、その子供とかがね、どうしていつもこんな風に脱いじゃうのとか、あと時々なんか最悪なのはポッケにティッシュとかが入ってて、みたいな。もうあと洗濯物すべてにティッシュの紐みたいなのがくっついちゃって、あれ取るの大変なんですよね。もう洗濯機もね汚れちゃうし、だからそのなんていうの、出す方もその自分の出した洗濯物がどのように他のものに影響するかっていうことは分からないでパッと無意識にやっちゃうし、子供の頃だったらね、娘とか保育園とか行ってたらなんか石とか入れて帰ってくる、なぜここに石がみたいなことってありますよね。ありましたよね。あっただからお互いにこういうふうにやってくれればいいのにっていう期待があるわけですよ。そうやるべきだって普通こうでしょ、言わないけれども、そうやるものでしょって思ってるじゃないですか。で相手がそれをやらないとめっちゃ怒りますよね。でもなんかすごく何かに触れてしまわれて、旦那様の方はがっかりしちゃったりショックだったり悲しかったりハートブレイクだったりね、なんかそれだけちょっと怒りに触れてしまうっていうことは、それだけ悲しみがそこにあるっていうことなんですよね。でもご夫婦の中でこういうやり方の戦いっていうのは結構あるんですよね。でビジョン心理学ではこういうのが頻発する関係性を喧嘩のステージなんて言いますよね。そうですね。
パワーストラグルで主導権をどちらが握るか、でもこれのダイナミックスっていうのは喧嘩に勝っても負けても2人とも負けちゃうんです。残念ね、残念。だって喧嘩に勝っても、自分が全部一人で選択しなければならなかったりするしお疲れなのにね、全部やらなくちゃいけないし、なくなっちゃうし、負けちゃったら負けちゃったでね、そう恨みが募るし、我慢が待ってますよね。だからここに、お互いに距離が、そう心の距離が離れてしまうという意味で、せっかくのパートナーシップっていうのが、なんかそうですね、寂しいものになってしまうという意味で、お二人ともが負けるっていうことになってしまうわけですよね。でももうちょっと深く見てみるとね、なんか自分が雑に扱われたような気がするっていうのは、本当に奥様がその方を雑に思っていたのかっていうと、どうなんでしょうね。違いますよね。私たちは何にでもこの投影というものをしますから、その洗濯物が片っぽがこういうふうに、ね、なっていて、それでそのどこかがこう臭くって、それで自分が雑に扱われたっていうのは、普段から奥様が自分をこのように扱ってほしいんだけど、そんな風には扱ってくれなかったっていうこともあるし、そこに恨みとかつらみとかがあるわけですよね。でもそれはニーズを満たされてないっていう悲しみなんですよね。で誰も自分の面倒を見てもらえないみたいな、そういう気持ちがあったりとか、また奥様の方もずっと自分ばっかり何かそれを一生懸命やってるのに分かってくれないとか、お洗濯してありがとうなんて私言われたことないわって。そう、こんな出し方して私は一回一回全部ね、裏返してるのよみたいに思うと、なんか私の方が雑に扱われてるかもしれない。そうなんです、そうなんです。殿方の皆様、思ってらっしゃるよりも男性のお洋服って大きいんですよ。大きいのだから、それが濡れたりとかするとましてや重いし、そのなんていうの、干してる時のこの場所を取ったりとか、その見えないいろいろなことをこう女性も調整していたりするわけですよね。でそこのところでニーズを満たしてもらえないっていうのは、どこか自分はニーズを満たしてもらえないんじゃないかっていうようなコンプレックスが隠れていたりとか、そこになんか無価値観が隠れていたりとか、なんかそういうことがあるから、そこに触れたくないと、こうあるべきだって正しさを主張したくなりますよね。そうですね。例えばコンプレックスっていうのも感情が伴わなければ反応は起きないんですよ。なるほど。ルミちゃんの英語ねペラペラだけど、例えば私とか中国語とか難しいから全然喋れない、話せないですね。でそうすると喋れないっていうことにコンプレックスがないから、ああ中国語喋れないんだねって誰かにバカにされたとしても怒るってことないんです。だけど英語一生懸命頑張ってるんだけども、全然ね、海外とかにセミナーでサポートに行くと、自分が話した英語をですね、英語で通訳されたりとかするわけ。もうごめん、笑っちゃった。また勉強しなきゃって言って、それはねすごい悲しい気持ちになる。ちょっと悲しいですね。そうだからそれはコンプレックスがあるところに感情がなければ反応しないし、コンプレックスのところに無価値観という感情が絡まっていると反応するわけです。なるほど、なるほど。なので大切に扱われてないのは自分の価値がないからだというのがくっついているから、なんか雑に干されてる洗濯物に自分自身を投影してしまうわけですね。あの洗濯物は僕に違いないみたいに思ってしまう。本当にそうなの。でも本当にそこにある、もうその最初にお話を伺った時にもうなんかツッコミどころ満載だなっていうエピソードだったんですけど、まずね、下のものおズボンだった。
あら、そこにはちょっと行きたくない感じ。そしてそれは濡れている。なんかそれもちょっと聞きたくない感じ。ね、もしかしたらそのまま生乾きだと嫌な匂いもする。なんかますますもってそこからは話を聞きたくない感じがいたします。ね、で何かその濡れてるものにこの手を突っ込むとか。皆さん、それはですね、放送禁止用語の類に入りませんか？あとは皆さんがイマジネーションをしていただければと思うんですが、一つの出来事が投影や、その比喩というメタファーがあるわけですよ。だからビジョン心理学でいうところでは偶然はないんです。じゃあ必然だったとしたら、このことを2人が距離を取るための出来事にするのか、2人が近づくために何を選択していったらいいでしょうね。これを学びのチャンスにするっていうことですよね。こういう出来事をね。で、ついつい私たちっていうのは自分の主張の正しさっていうのを証明したくなるので、そうやったら生乾きになるでしょとか、なんかすごくもっともらしい理屈を作りたくなるじゃないですか。でもそうではなくって、それをひょっとしてここから私は何を学ぶべきだったんだろうかっていうふうに見ることができると、より2人の関係が深まる方向にこの出来事を使うこともできますよね。で、皆さんがちょっと示唆してくださいましたけれども、ここにはセクシャルエネルギーを感じることへの恐れっていうのがどうやら隠れているみたいですね。面白いですよね。だからその出来事を使ってその感情が出てきた時は嫌な気持ちがしたら何か選択を間違えてるんだよっていうお知らせなんです。選択の仕方じゃなくて。そうですそうです。もう本当に日本語って素晴らしいですよね。本当にそうだからこのお選択の仕方ということについての違いを使って私たちは何を選択していきましょうか。もしここにセクシャルエネルギーを恐れる気持ちがあって、でそれが親密になることへの恐れ、つまり私たちがよく言う親密感への恐れが隠れていて、でちょっとこの選択問題を使ってそれが顔を出しているというふうに見た時に、その恐れをどうやって私たちは抱きかかえながら自分を大切にしながら相手に近づくという選択ができるか。そうですね。ここでユーモアでなんか君は僕の濡れている何かに手を入れたりするっていうことが怖いって思ってるのかなとか、ドキドキ、もっとドッカーンって怒りたくなっちゃうかもしれない。でもそのドッカーンって怒ることが実はセクシャリティの解放につながることもあるんですよね。だから怒ることが悪いというよりも、もちろん成熟していく必要はありますけれども、気がついてその怒りっていうのは方向性があるわけだから、その怒りの炎を使ってそれを光の方向性に向けていくと、それは前進していく、2人の距離を縮めていくっていうその統合の方向に向かえるわけですよね。あなたのお選択がいい選択を呼び、選択問題からコミットメントという選択の連続という、どうせ毎日お選択はするわけですから、毎日ね、より親密になる方向で選んでいただけたら嬉しいなと思います。とってもいい話題ですね。ありがとうございます。またね。また見てくださいね。